皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題はウクライナ情勢についてです。戦争が長期化するのに伴って社会は変わっていくものです。例えば過去の日本においても第二次世界大戦、戦況が苦しくなればなるほど多くの男性たちは戦場へと送られ、残った子供や女性たちが社会を成り立たせるために働き詰めになりました。現在のロシアについて言っても多くの人たちが、特に労働世代の男性たちが軍へと送り込まれ、そして突撃兵として多くの人たちが死傷しています。そのような状況を知るような立場にある人や、もしくはある程度インターネットでしっかりと状況を知ることができる人たちは、さっさと国外へと脱出していきました。そのため現在のロシアにおいては大幅に失業率が低下し、残った人たちも企業に勤めるためにも給与水準のじわじわとした上昇に伴って、特に大都市圏モスクワやサンクトペテルブルクの人たちはかりそめの戦時経済の高揚にもかかわらず、今が非常に心地よく思っている人たちもいるようです。しかし戦争の長期化に伴って社会の歪みは確実に起こり始めています。かつての日本でも学徒動員が行われたのと同様に、ロシアにおいてもいよいよ大学生や高校生といった学びの場にある人たちを労働力として国家が使おうという話が真剣に論議され始めました。プーチン大統領は侵略をやめる気は今のところなさそうですから、まだまだこれからもロシアの未来を食い潰す政策が次々と生まれ出てくる可能性があります。それでは今回はまずは戦況の話から、そして後半において学徒動員の話をしていきましょう。まずは全体の戦況について。ロシア領クルスク州でのウクライナ軍は現在は攻めではなく完全に守りに徹しており、本国領土を取り返そうとするロシア軍に対して迎撃戦を繰り広げています。一方、ウクライナ領東部戦線、こちらの方ではロシア軍の東部攻勢が引き続き行われており、先日陥落したブフレダル周辺における防衛線の引き直しに伴ってウクライナ軍の後退が発生しています。一方、南部戦線においては全く変化は見られません。そうした地上戦とはまた別に、ウクライナ軍はロシア軍に大きな打撃を与えようと遠距離攻撃を繰り返しています。まず最初にクリミア半島フェオドシアにある石油タンクへの攻撃。さすがに燃えるものもそろそろなくなったかなと思うのですが、実際にはそうではありませんでした。住民らの投稿によると、現在でもなお石油タンクは炎上が続いています。こちらは衛星から見たもの。攻撃前の状態がこちら。攻撃後がこちら。かなり激しく燃えている石油タンクがある一方において、ちょっと火の手から遠いところもあって、全滅や壊滅といったところにはもうちょっとといったところとなっています。ただ、炎上があまりにも長時間にわたって続いているためか、これまで燃えていなかったところにも火災が広がっているという話も出ています。石油タンクそれ自体がさらなる炎上ではなかったとしても、その周辺施設が炎に炙られて燃え盛っていたとしても不思議ではありません。被害はまだ拡大する模様です。そして北に目を向ければ、クルスク州の隣、ブリャンスク州カラチェフにある弾薬庫に対する攻撃が行われました。こちらの地図の赤く線で囲われているところが今回標的となった弾薬庫です。弾薬庫の地図、写真を拡大したものがこちら。森の中にある屋根の数を数えると結構な数あるので、弾薬庫の規模としてはそれなりのものと見られます。林の中に弾薬庫が点在しているようなところなので、住民らの捉えた映像でははっきりとした大きな火柱といったものは見られませんでした。しかし、投稿されている映像の連続的な爆発音を聞く限り、弾薬庫の一部は少なくとも大きな被害を受け、誘爆が続いているものと見られます。そして、ロシア内部で社会の歪みが大きくなっていることを示す一報が入っています。ロシア、鉄道建設などで14歳も勤労動員、軍民で人材争奪。ウクライナ侵略が長期化するロシアで働き手の不足が目立ち、労働市場における学生への依存が強まってきた。鉄道建設で組織的に学徒を勤労動員する案などが浮上する。小売りや工場の現場でパート勤務に就く学生が増えており、軍の徴兵計画に狂いが生じる可能性もある。教育省の高官は、教育政策をめぐるシンクタンクの会合で、鉄道の近代化工事に14歳以上の学生を動員する計画を提案した。対象はシベリア鉄道と並行するバム鉄道で、
ヨーロッパとアジアを結ぶ主要な輸送ルートの一つと位置づける路線だ。保守的な社会政策を推進する越雛上院議員もメディアの取材に対して農作業に高校生を活用するプランを披露した。穀物の収穫シーズンを控え、現場で露呈する人手不足に対応する狙いがある。直近8月の失業率は 2.4% となり、過去最低の水準が続く。プーチン大統領は、ロシアに失業者はほぼいないと誇示した。実態は、軍の動員で人手不足が加速し、戦時経済のボトルネックとなっている。軍には1ヶ月あたり1万から3万人が契約兵として入隊しているとみられる。プーチン氏は、軍の定員をさらに18万人増やして150万人とする大統領令に署名した。ロシア科学アカデミー経済研究所によると、労働者の不足は2023年に約480万人に達した。大手人材会社の最高経営責任者は、19歳から40歳の働き手は侵略が始まる前と比べ200万人減ったと指摘する。これは戦場に引っ張られていった人も多いのですが、それと同様にして国外へ脱出した人も、これもまたまとまった数いるためです。幅広い業種で人手が足りず、業務の停止に追い込まれる例も目立つ。ネット通販大手は商品の受け取り拠点を相次いで閉鎖した。給与を引き上げても従業員を確保できないという。外食業界ではおよそ3万人が不足し、閉店も増えている。少子化による労働力人口の減少という構造問題に加え、中央アジア諸国からの移民を排斥する動きが響く。3月にモスクワ郊外で起きた銃乱射事件を受け、ロシア政府は出稼ぎ労働者の規制強化を打ち出した。経済界には移民の受け入れを求める声が多い一方、プーチン政権内で治安の維持を最優先する保守派の発言力が強まっている。移民に依存してきた清掃や建設、輸送といった分野で弱点が露呈した。働き手の不足を埋めるため、企業は学生の活用に目をつけ始めた。人材会社によると、ロシアでは2024年になって14から18歳の人材募集が急増した。雇用者数は300万人を超え、2023年に比べて3割多い。小売や宅配、製造業など幅広い分野で学生がパートやアルバイトとして戦時経済を支えている。若者の早期就労を促すため、教育制度の見直しを求める声も上がる。元文化大臣のメジンスキー大統領補佐官は、11年間の義務教育は長すぎるとし、職業訓練を早期に始めるべきだと訴えた。西部ブリャンスク州の知事は、労働者確保のため、大学への進学者数を半数に削減すべきだと提言した。軍と民間企業は限られた人材をめぐり、奪い合いの様相を強める。マントルフ第一副首相は、過去1年半で民間部門から軍事部門に約50万人が転職したと明らかにした。軍事部門はなお16万人必要としていると強調した。若者が無償の労働で国家事業への貢献を求められるのはソ連時代への回帰とも言える。1970年代には共産主義青年同盟コムソモールの若者がマム鉄道の工事に動員され開通にこぎつけた経緯がある。プーチン政権は現代版コムソモールとも言える若者組織第一の運動を設立し、若者世代の統制を急ぐ。ロシアメディアによると、中高生などを強制的に加入させる動きが広がっている。総力戦という名の下で、国策の歪みが学生に及んでいる。ロシアは国家予算の3割から4割へと軍事予算を拡充して、それに伴って多くの人たちを軍需産業やもしくは軍への兵士としての募集を進めています。特に地方の人たちは給与水準が低い人たちなので、非常に高い給料を見せられると、貧困からの脱出を夢見て、多くの人たちが軍へと志願していると言われています。そのため地方経済においては、働き手の不足が深刻化していると言われています。しかし、そうした大量のお金を投入しての志願兵集めといったものも徐々に苦戦していきますから、ロシアとしては兵士募集の基準についても変更してきました。それがより高い年齢の人に対しても軍へと入隊することを認め始めているのです。それに伴って新兵の平均年齢がどんどんと上がっていることが報告されています。
50代、60代の人たちが新兵でずらりと顔を揃えるといったことももはや珍しいことではなくなったそうです。これらの人たち当然のように若い人たちに比べれば体力は低いわけですが、現在のロシアにおいてはあまりそういったことは気にしている様子はありません。そもそも体力があろうがなかろうが、こういった人たちが前線で突撃兵として使われる場合においては、少なくともロシア軍の上層部はその後のことはあまり考えてはいないでしょう。一方において現在ロシア政府が本格的に議論を始めた学徒動員、これは現在のところ労働力として使おうという話です。まずは鉄道事業への学生の活用、その次にやってくるのが工場労働者としての活用。これはすでに実例があって、現在ロシアは大型の突撃ドローンの作成に工業大学の大学生などを割り当てるといったこともすでに行っています。これから議論が進んでいけば、軍需産業の人手不足を補うため、学生をどんどんと投入するといったこともこれから加速していくでしょう。また、そもそも学生は今の時代いらないと言い始めている話もこの記事の中では出てきました。学生はもう学ばなくてもいい、さっさと社会に出ろというようなことを言う人たちも出ていて、それが主流派になるかもしれません。当然のように、高等教育を完全に否定してしまえば、多くの人たちが肉体労働中心の労働者にずっと張り付からざるを得ず、それでは経済の成長はなかなか望めません。これもまたやはり、今さえ良ければ何とでもなるというような考え方が、ロシア内部に蔓延しているのでしょう。ロシアは地上戦においては、多くの人員を投入しての連続的な攻撃を繰り返すことによって、ウクライナ軍をじわりじわりと苦しめてはいるものの、同様にしてそのロシア国内における内情も同じようにしてじわ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 とその足元を自ら崩していっているようなものです。ロシアの学生たちは現在の状況をよく見て、さっさと国を捨てるようなことを考えてほしいものです。もちろんその親御さんたちもロシアを見限ってさっさと国へ出ていけば新しい人生が待っているのになと私は思ってしまいます。皆さんは今回のニュースを聞かれてどのようなことを思われたでしょうか。ぜひともコメントしていってください。それでは動画最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともこの機会にチャンネル登録していってください。そして動画が見終わったら評価ボタンのクリックとあなたの感想コメントよろしくお願いします。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。